真っ白だ。しかもなんか晴れそうにない白。おはようございます。2025年8月、北穂高岳に登った時の動画です。3年連続4回目です。東京からの夜行バスが上高地バスターミナルに到着して、簡単に準備を済ませてから、まずはかっぱ橋に向けて歩いてます。8月中旬なんでね、まだそんな寒いこともなく、むしろ日中は暑くなるだろうなという感じがします。穂高連峰には雲がかかってますが、なんとか晴れてくれたらいいなと思います。かっぱ橋から明神、徳沢、横尾まではサクサクっと歩いていきます。個人的にはこの区間を2時間くらいで歩き終えたいと思っていて、いつも早歩きしてます。かっぱ橋から横尾まではほぼ平坦な道が続きます。横尾の後は唐沢を経由して北穂山頂を目指します。今日は北穂高小屋で一泊お世話になる予定です。明日は同じルートを通って下山します。唐沢経由の北穂ルートはさすがに歩き慣れちゃってるので、本当は違うルートに挑戦できたらいいんですけど、唐沢北穂間も大キレットも怖い、自信ないということで、毎回同じルートになってしまいます。横尾は北アルプスの主要な登山ルートの分岐点になっていて、このまままっすぐ進むと槍ヶ岳方面、右に進むと長ヶ岳方面、左手にある横尾大橋を渡ると唐沢方面に行くことができます。奥穂もここからアクセスできます。計画通り上高地バスセンターを出発してから2時間で横尾まで来ることができたので、今のところ順調です。横尾を出発してすぐは引き続き平坦な道が続きますが、足元には少しゴロゴロ石が出てきます。横尾から唐沢までの標高差は700メートルほどで、途中から本格的な登山道が始まります。コースタイムは3時間くらいです。決して難しい道ではないんですが、とにかく登りが続くので体力が必要です。上高地から一気に北穂まで行くのがしんどいなという場合は、唐沢で一泊するのがおすすめです。唐沢にベースを置いたまま北穂にピストンする方も結構います。私はなるべく稜線小屋に泊まって朝一の景色を見たいので、気合で北穂まで登りきります。
漁港から1時間くらい歩くと本谷橋という橋があります。ここはいい休憩スポットになってます。本谷橋を過ぎると道がぐっと狭くなって樹林帯の急登が始まります。本谷橋から唐沢までの標高差は500メートルです。最初のうちは木の根っこが多くてちょっとした階段状の登りがあります。森の中をジグザグに登っていく感じで日差しが柔らかい日陰ルートです。沢の音が遠のく頃にはゴロゴロとした岩が増えてきます。標高を上げていくと木と木の間から穂高の稜線がちらちら見えてきてテンションが上がります。登りが続くのでちょっと元気をチャージします。やがて視界が一気に開けて目の前にドーンと現れるのが唐沢カールです。いよいよ今日のゴールが見えてきました。私はピークハントよりも絶景が見たくて登山しているタイプなので、今回こそは4度目の正直ということでいい景色を拝めたらいいなと思います。分岐は唐沢小屋の方に進みます。唐沢ヒュッテには明日の下山時、時間があれば立ち寄りたいなと思います。唐沢カールは何度見ても美しいです。唐沢小屋で早めのランチをいただきます。そろそろ北穂に向けて出発します。ここでストックをしまってヘルメットをかぶりました。唐沢から北穂までの道は岩場多めの急登です。標高差は800メートルほど、コースタイムは2時間半から3時間です。最初は階段からのスタートです。ギリギリまでストックを使いたい方、この辺りはまだ大丈夫です。途中から手も使って登る感じの岩場が出てくるので、そこまでは使えます。過去3回全部天気が悪かったので、北穂高小屋がこんなに下の方から見えるなんて知らなかったです。最初はがれた岩の斜面をジグザグに登っていく感じです。よく整備されているので歩きやすいです。ただずっと登りが続くので体力は必要です。唐沢でしっかりエネルギーを補給してから登るのがおすすめです。マーキングがしっかりされていて分かりやすいので、道迷いの心配は少ないと思います。この辺りからは岩登りの要素が増えてきます。両手を使って慎重に登っていきます。
この部分、動画で見るとそそり立つ壁みたいに見えるかもしれないですが、実際にはそんなことなくて、足の置き場もしっかりあるし、岩場の経験が少ない方でもあまり心配いりません。なんせ4回目なんでルートはバッチリです。この辺りに鎖場とはしごがあります。標高が上がるにつれて見晴らしはどんどん良くなっていきます。鎖場が出てきました。ここも下から見ると怖そうですが、落ち着いて進めばそれほど難易度高くないと思います。鎖を頼りすぎず、どちらかというと岩のくぼみを使って3点支持をしっかりキープして登れば、ずるっと滑ることもないので問題ないかなと思います。この鎖場は結構長くて1人ずつしか通過できないので、快晴の週末とか3連休とかはここで渋滞が起こることがあります。この動画を撮った時は全然混雑してませんでした。このはしごは下から見上げると長くて怖そうですが、実際にはしっかりと固定されているし、完全な垂直ではなくてちょっと傾斜があるので、それほど恐怖心は湧かなかったです。鎖場、はしごを終えると視界が一気に開けます。奥穂へ続く稜線や唐沢カールが綺麗に見えます。両手を使って登るような岩場が続きます。登山道を歩くというより、岩と岩の隙間を縫って進むという感じです。遠くから見上げると、どこを通るんだろうと思うような箇所でも、マーキングがしっかりしてあるので、それを追って登っていけば大丈夫です。標高の割には足がすくむような箇所が少ないので、アスレチック感覚で登れて楽しいです。なんか雲が湧いてきていて、そわそわします。鎖とかはしごとかいろんな要素があって、登りがいのあるルートだと思います。いよいよ標高3000メートルを超えます。朝一からずっと登り続けている疲れが出てくる頃なので、浮き石で転ばないように足元に注意しながら進みます。
こに分岐があります。左に進むと唐沢岳を経由して奥穂高の方面に行けます。私は右に進みます。映像の色味がね、どう見ても暗いと思うんですけど、結果は山頂に行くまでわかりませんからね。というわけで、そろそろ山頂です。とりあえず山頂からすぐの北穂高小屋にチェックインします。北穂高小屋は北穂高岳の山頂直下に位置する山小屋で、標高3100メートルの稜線上にあります。言わずもがなの絶景小屋です。登山道にもたくさん咲いてた岩爪草はこの山小屋のシンボルです。部屋に荷物を置いた後はもう一度山頂に行きましたが、やっぱりガスガスしてます。小屋前のテラスで晴れを待つことにしました。晴れましたね。急に来ましたね。もう少し。ねえねえ、そうそう。そうですよね。来た。おやつタイムにします。これどっちもめちゃくちゃ美味しかったのでおすすめです。おやつタイムの後、また山頂に来てみましたが、まだガスってます。でも、なんか抜けそうなタイプの雲だなとも思います。美味しい夕食をいただいた後は、再び外に出てきました。さっきよりずっと晴れていて、唐沢のカラフルなテントが小さく見えます。北穂高小屋と北穂山頂が本当に近いので、滞在中何度でも気軽に来れます。ここから日の入りまで晴れ待ちしたいと思います。風があるので雲が結構流れていて期待してしまいます。来た、やっぱいいね。やばいの来た？来てる来てる。まだ一度も北穂山頂からの晴れ渡った景色を見たことがないので、どうしてもそれを望んでしまいますが、このガスガスした感じもさすが標高3000メートル超えという感じがしてかっこいいなと思います。いや、そうなんですよね。でもなんか先っぽが出なくて散らされてます。来たかも。もう今日20回目ぐらいなんですけど、来たかも。なんかそのでかいのがこう、今動いてるから、あれが、来るか。どうか。白すぎる。全く振り出しに戻った。で
でもね、まだあと1時間くらいはあるんですよ。さあ、どうだ。めっちゃかっこいい。あ、来るかも。あ、太陽頑張れ。かっこいい。めっちゃかっこいい。なんか、あの左の、でも新たなやついらないですもん。でもあれが、あ、でもあれあ、違う。出た。歓喜。出た。今、ね、見えましたね、先っぽね。ね、あ、出ましたよね。出た。あ、でもシルエットあります。あ、来た。来い。なんか白い。なんか白いけど。でも左のどでかいのは結構止まってるんですよ。あれ遅いんですよ。だから、あれが来る前に、この手前が、いや。諦めないぞ、私は。そう、それですよ。それがもう、それ来たらちょっとしばらくチーンですからね。その、来い。なんか霧が多すぎてピントが定まらない。来い。お、あれか。来た。お。まあ、確かにいるということは分かる。白いな。おー、でも左ちょっと晴れましたね、そこ。ね。おー。すごい。あ、見えた。お、見えたね。来た。見えた。来た。お兄さんたちめっちゃタイミング。あー、来た。今日一。よう見えた。あ、すごい。あいつが手前の方いなくなるよね、あれこれ。はい、あれ右に行くと思います。でも手前の雲も上がってきいちゃう。や、そうなんです。もうさっきからそれの繰り返しで。でもめっちゃタイミングいいですよ。来られたタイミング、はい。私も寒いですもん。あ、すごい。おー、あれでも見えるかも。めっちゃ全容が。ついに。今日一。おー、めっちゃ。おー、大キレットもよう見えるし。あ、すごい。来た。おー、来た。あったかい、やったね。ありましたね。来た。おー、なんかほんと跳ねたね。一気におー、来ましたね。めっちゃ見えてる。ねえ、向こうも言ってるんじゃないですかね。来たーって。あ、すごい。この辺の雪が降ってたやろ。晴れた、急に。めっちゃ晴れた。おー。あ、すごい。あ、全部出た。すごい。すごい。そっちも行きたいな。忙しい。奥穂方面もめちゃくちゃかっこいいです。あれじゃないですか。どれ？ほら、これ見て。どれ？一瞬先端がほら。あ、いた。あ、やり見た。あ、いた。みんな見たいよね。やったね。これもう一回雲が溶けば。溶けそう。お、来た。おー、綺麗。めっちゃ綺麗や。
たりもまだ雲かかってるから。なんかが光ってますね。すっかり暗くなってから小屋前に戻ってみると、下界の花火が見えるよと教えてもらいました。おお。あ、でも。映る。明日に備えてそろそろ寝ます。暗闇にスッと浮かび上がる槍のシルエットはめちゃくちゃ貫禄がありました。2日目の朝です。少し雲はありますが、近くの山々の稜線にはかかってないので、いい景色が見れそうです。また山頂にやってきました。この距離で見る大キレットは想像を超える大迫力でした。奥穂、ジャンダルムもはっきり見えます。私は今後大キレットを歩くことはないと思いますが、本当にかっこいい稜線です。北穂高小屋のコーヒーは晴れた日にと決めて、過去3回ずっと飲まずに取っておいたので、今朝は注文します。小屋前のテラスでこの絶景を楽しみながらゆっくりいただきました。全然帰りたくないですが、下山を開始します。北穂高小屋は今年6月に出したもう一度泊まりたい北アルプスの山小屋おすすめ5選にも入れてるんですが、その動画を作った時点ではまだ晴れた景色を見たことがなかったんですよ。それでもベスト5に入れたくなる魅力のある山小屋です。アットホームな雰囲気でご飯も美味しいのでおすすめです。今日は天気がいいので、この分岐をちょっとだけ奥穂方面に進みます。と言っても本当にちょっとだけです。北穂は掃除法なので、さっきまで言った山頂とは別に南方というのがあります。このまま先に進んでいくと、唐沢岳、穂高岳山荘、奥穂高と歩いていくことができますが、唐沢岳までの区間がなかなかの難易度と聞いているので、ここもきっと歩くことはないでしょう。でも、かっこいい稜線を近くから眺めることができて満足でした。槍ヶ岳の東に伸びる東鎌尾根と西に伸びる西鎌尾根は2025年の7月に歩きました。
その奥に見えてるのは裏銀座です。北穂高小屋はその立地から大キレットに抜ける人とか、唐沢岳に抜ける人とか、すごい人がたくさんいましたが、唐沢経由ならそれほど難しくなく北穂山頂に立てるので、このルートがあってよかったです。北穂高小屋を振り返っていたら、バッジを買い忘れたことに気づいて、慌てて引き返してます。無事に買えました。今度こそ下山します。北穂登山4回目にしてやっと晴れを引きましたが、また絶対遊びに行きたいなと思います。北穂から唐沢まで下山のコースタイムは2時間です。片側がスパッと切れ落ちてる箇所があるんですが、壁側に手をつけて進めばそんなに怖くないです。足の置き場も十分あります。このルート、下山中の景色も最高です。そして私の来鳥運はまだまだ継続中のようで、この日も可愛い子に会えました。足を滑らせないように慎重に歩いてますが、すでに大雨の下山を経験しているので、岩が乾いていればそれほど難易度高くないなと思ったのが本音です。唐沢ヒュッテでおでんを食べます。いつまでも見ていられる景色です。唐沢から上高地までの下山のコースタイムは5時間です。山頂付近で長居したせいでサクサク帰らないとバスに乗り遅れそうです。夏の暑い時期、午後になっても稜線に雲がかからないのは珍しいんじゃないかなと思います。ずっと憧れ的ポジションだった北穂ですが、今回の参考で大好きな山になりました。